Finally, we came to Japan! Oh my god, I don't feel good. What should I do? Where should I go? Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。今日は皆さんが日本で体調が悪くなった時にどうすればいいのか、どうやって病院を選べばいいのかを教えたいと思います。最初に皆さんがよく間違いやすいことを教えたいと思います。それは日本には簡単に言うと大きな病院と小さな病院があります。で、皆さんは最初この大きな病院には行ってはいけません。皆さんは最初小さな病院に行ってください。この大きな病院は例えば大学病院とか、あとは町で一番大きな病院になります。なんかすごく大きくて、そしてビルみたいです。この中には例えば皮膚のお医者さんとか目のお医者さんとかいろいろな科のお医者さんがいます。ですが皆さんが最初その病院に行くととっても高いお金がかかります。そして待つ時間もとても長いです。ですので最初は小さい病院に行ってください。でももちろん緊急事態の時、例えば倒れている人がいたとか、そういう時の場合はすぐ119に電話してください。では自分が今いる場所から近い小さい病院をどうやって見つけるかというと、まず Google マップで病院と入れてください。そうすると大きい病院も小さい病院も全部出てきます。そしてその中でクリニックという名前があるものとか、あとは何々科、例えば皮膚科とか内科、あとは眼科とか、そういう風になんか専門が一つだけのところはだいたい小さい病院ですので、そこに行ってください。あとは Google マップの写真を見た時に小さいな、そんなビルみたいじゃないなと思ったら、そこも小さな病院ですのでそこに行ってください。多分 Google マップにも何曜日にこの病院はお休みですという風に書いてあるので、時間とかを見て行ってください。日本の医者はコミュニケーションくらいは英語で話せると思いますが、もしすごく心配な人は普通の Google 検索で病院、今自分のいる場所の名前、そして英語とか打つと多分英語の話せるお医者さん、病院が出てくるのでそこに行ってください。でもやっぱり日本語に自信がある人でも外国の病院って怖いと思うんですよ。僕も実はイギリスの病院に行ったことがあります。やっぱりちょっとコミュニケーションできるけどやっぱり怖かったですね。皆さんが行くことが多いのはこの小さな病院、クリニックだと思うので、そこでの順番を教えたいと思います。まず病院の中に入るとたくさんスリッパがあります。ですので自分の靴とスリッパを交換してスリッパを履いて中に入ってください。そうすると中に受付の人がいるので、その人に初診ですと言ってください。初診というのは今この病気を初めて見てもらいに来ましたという意味になります。ですので同じ病気で2回以上そこの病院に行っている人は初診ですと言わなくて大丈夫です。皆さんが初診ですと言った後にその受付の人は保険証はありますかというふうに聞きます。皆さんは多分ないと思うのでないですと言ってください。日本人はこの保険証を持っているのでお金の 30% だけを払えば大丈夫です。あとは1年間留学する留学生もこの保険証はもらうことができます。ですが旅行とかあとは3ヶ月ぐらいだと多分もらえないと思うので、皆さんの多くはありませんと言ってください。でももしかすると皆さんの国の保険とかあとは旅行の保険とか使えるかもしれないので、ちゃんとレシートとかは最後取っておくようにしてください。保険証ないですと言った後は紙をもらうと思います。ですのでどこが痛いとかいつから痛いとか、あとはどういう症状があるかとかを書いてください。英語でも大丈夫だと思います。
書き終わったらまたその人に紙を返してください。あとたまに体温計で体温を測るように言われる時があります。ですのでそれも体温を測った後はそれをその人に返してください。その後は普通に座って待っているとひときさんという風に名前が呼ばれるので、そしたら中に行ってください。で、先生は英語話せると思うので頭が痛いですとかいろいろ言ってください。そしてその後同じ部屋に戻ってきて、あとは座ってまた待っていてください。そうすると受付の人がまたひときさんと言ってくるので受付のところに行ってください。そしてそこでお金を払って、あとは処方箋と呼ばれる、薬をもらう紙をもらってください。僕が病院に行くときは保険を使ってもだいたい1000円から1500円くらいになるので、皆さんの場合はもっと高くなっちゃうと思います。次にその小さな病院の近くに薬局があるので、そこにさっきもらった処方箋を持って行って薬をもらってください。また薬をもらうときにその薬のお金を払う必要があります。ここで面白いのが、その小さな病院の人にどこの薬局行けばいいですかと言ったときにその人は教えてくれません。実はこの病院の人たちはここの薬局に行ってくださいと言ってはいけないことになっています。なぜかというと、病院と薬局はそれぞれ独立していて、ここはお金の関係でつながっていませんよということを示すために、病院の人は言ってはいけません。例えば薬局の人は薬をたくさん売りたいから、病院の人にお金を渡して、このお金を賄賂と言うんですけど、賄賂を渡してこの病院の人はあそこの薬局に行ってくださいねとか、そういうことが起きないようにこのシステムはできました。ですのでどこに行けばいいですかではなく、ここから一番近い薬局はどこですかというふうに聞いてください。そうするとちょっと変ですけど教えてくれます。これ意外と大切だと思うので僕と一緒に練習してください。近くの薬局はどこですか？これで大丈夫です。いきます。カチャ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 。すいません。せーの。近くの薬局どこですか？いいですね。皆さんもこういうシステムってありますか？日本だけかな？もし何か知っている人がいたらコメントで教えてください。簡単に復習すると、Google で近くのクリニックとか、小さい病院を見つけます。そしてそこへ行きます。そしてスリッパに履き替えて中に入ります。そうすると受付の人がいるので、初診ですというふうに言ってください。その人は保険証ありますかというふうに言ってくるので、保険証はないですと言ってください。その後その人は紙を渡してきます。ですのでその紙にどこが痛いとかいつから痛いとかそういうのを書いてください。その紙をまた渡して、あとは待っています。そうすると名前が呼ばれるので、そしたらお医者さんのところへ行って話をしてください。そして話し終わった後は戻ってきてまた座って待っていてください。少しすると名前が呼ばれるので受付へ行ってお金を払って、そして処方箋をもらってください。その後近くの薬局はどこですかと聞いてください。そうするとここだよって教えてくれるので、わかりましたと言ってその薬局へ行ってください。薬局では処方箋の紙を渡すと薬がもらえるので、あとはお金を払ってください。それで終わりです。どうですか？ちょっと難しいですかね？でも一度知っておくとなんか少し覚えていてなんとかなるので大丈夫だと思います。今日は初診、処方箋、この2つはキーワードなので覚えておきましょう。あとはやっぱり外国の病院はすごい怖いと思うんですよ。I also went to see a doctor in the UK. Then I was really scared even though they were nice. 実はここでのイギリスの経験が
僕がいろんな言語を勉強する理由となっています。ですので病気になったことは良くないですけど、その経験のおかげで僕はいろんな言語に興味を持って、あとは世界の人が日本に来た時に安心して医療が受けられるようになればいいなと思ったので、結果的にいいようになりました。他にも皆さんとこうして話すことができるので、それも僕にとってはすごく嬉しいです。 But I hope I will not see you in hospital。 皆さんありがとうございました。他にもどうやって症状を伝えればいいのとか、日本の医学生はどういう感じなのっていうのを知りたいっていう人がいたから、その動画も作ると思う。少しだけ言うと、あと3ヶ月後にスチューデントドクタースチューデントドクターっていう、医者になる一つ前の、学生のそういうライセンスのテストがあります。それに合格しないと病院で勉強できないので、ちょっと俺やばいな、勉強もう少ししたら始めようかな。やっぱりスチューデントドクターになったらちょっとかっこいい。なんかこんな感じで、あとは白衣を着て、病院を歩く、ちょっとかっこいいなと思うので、ちょっとそのために勉強しようかなって今思ってる。みんなも日本語頑張ってね。バイバイ。